母から突然 LINE が来たんです。YouTube で話すのもうやめてって、どういうことと思いましたよね。僕もそうでした。日本で YouTube を始めて半年近く、僕の話も家族の話も恋人との話も全部応援してもらえる物語と信じて動画を150本も作ってきました。母も応援してくれてたんですよ。でも母から来たその一通のメッセージが僕の中で当たり前を揺さぶったんです。なぜ母は突然そんなことを言ったのか、3つに分けて話します。まず最初はいきなり来た母からの LINE について紹介します。YouTube を始めたのはちょうど5ヶ月前の話ですね。誰かに見てもらいたいとか、有名になりたいとか、最初はそんな大きな夢があるとか、そういうのものではありませんでした。僕はただいろんな理由はありますが、こんなにも日本生活を楽しんで感謝してる韓国人がいるんだよとか、こんなにも応援してくれてる日本人に囲まれて生きているんだよとか、そういった思いを届けたかったっていうのも大きな理由の一つです。家に帰ったらカメラを回して喋って編集して、深夜の居室で動画を見返しながら、確かにその時ってそういうのあったなと思いながら、泣きそうになりながらアップロードしたこともありました。で、自分も日本と韓国の相互理解に役立てるようになれるんだと思いながら、チャンネルもどんどん伸びてきましたね。で、そこである日気づきました。僕の物語って家族なしでは語れないなと。僕が日本で頑張れてるのは間違いなく韓国で僕を送り出してくれた両親の存在があるからですね。だから動画の中に父が日本に来た時の一言とか、日本人彼女が僕の親を見て驚いた瞬間とか、自然に入るようになったんですね。それはもちろんネタというのもありますが、進出というのもあって、そしてこの動画を通して、日韓の違い、文化の違いというのをお届けしたかったですね。だって僕の人生って家族は背景じゃなくて、主役なんですよね。優しさとか、空気とか、温度、どうしても伝えたかった。視聴者さんの中にもこういったコメントをしてくれた方いました。うちの息子と重ねた見えるとか、こんな素敵な親子がいるんだと感動したとか、そんな言葉が嬉しく、僕はますます動画の中に家族を登場させるようになりました。でも、その積み重ねのある日、いつものように草野球から帰ってきて、スマホを見ると、母から一通の LINE が届いていました。お願いがある。もうプライベートの話はしない方がいいと思うと。で、それを見た瞬間、僕の心臓がドクンとなったんですね。もう手が震えたんですよね。もう画面を見つめながら僕はただ立ち尽くしていました。なので何かが終わったのような感覚といいますか、なんか大きな罪を犯したような感覚がしていて、心が重かったですね。2番目の話になって、母と話し合ったという話なんですが、でそのラインを見た数分後、僕はスマホを握りしめて、もうすぐに電話かけました。コールの音が3回ぐらいになって、母の声が出ましたね。で、どうしたの急にと言われまして、僕はまっすぐに聞きました。その LINE ってどういう意味なのって少し沈黙があって、母がこう言ったんですよ。なんかね、最近の YouTube 見てて、マキちゃんとか、自分が韓国人として迷惑かけてないかなと思ってて、と言われました。それは以前僕が出した動画のことでしたね。日本人彼女、マッキーが僕の両親と初対面した時の話でして、母がマッキーにお土産をもう山ほど持ってきて、いっぱい食べてというぐらい歓迎した出来事です。で、僕はそれを温かい思い出として動画にしたつもりですね。で、ほとんどの方もそうやって、受け取ってくださったのですが、コメント欄の一部には、当たり前に人それぞれ感じ方は違うはずでして、で、受け手側からとして、誇張して言えば、なぜ相手側のことは考えられないのか、なぜ自分の気持ちだけ考えてお土産たくさんあげるのか、みたいなこと、誇張して言ってるので、実際はもっと優しく書いてくださってますね。って感じでした。それを母が見たわけですね。で、母が見て、いろいろ考えさせられたらしくてですね、マッキーちゃん、嫌な思いをしてないかなって。そしてなんか自分のせいで韓国人ってこうだって、他の韓国人まで変な感じに見られてるんじゃないかなって思って、と言いましたね。胸が締め付けられたんですね。母は決して自分が恥ずかしいとかじゃなくてですね、なんか僕たちの周りの人が傷ついていないかを心から心配していたんですね。で、僕はこうやって答えました。マッキーはすごく喜んでたよと。あんなに優しくしてくれて、感動してたって言ってた。母のこと本当に尊敬してるよって僕は母に言いました。すると母が電話口でふっと
力が抜けたように数秒ぐらい経って笑って言い返してくれたんですね。あ、そうなのならよくかったと。で、僕は続けて言いました。コメントっていろんなコメントがあるし、人の感じ方もそれぞれである。で、そのコメント欄でその人がどのような考え方を持ってそのコメントを書いたのかってことを100%知ることは不可能に近くて、短編的な言葉を見て、そう受け取られないでほしいなという感じで母に伝えました。母は静かにうなずいているようでしたね。で、思えばですね、母はそういう反応になるのも訳がありまして、で、社会に出て働いた経験がないんですよ。で、海辺の田舎で暮らして、高校卒業後にすぐ上京して、で、大学途中で父と出会い、結婚して、家庭を守って自営業を支えてきた人ですね。自分で主体的に物事をやってきたので、集中力とかやり遂げる能力とかエネルギーはとても高いんですが、社会人経験がなくて、何が今の時代で常識なのかルールなのかみたいなものを知り尽くせていなくて、不安になってしまう場面があるかなというふうに僕は勝手に推測しています。だからそんな反応だったのかなというふうに思いながら追加で伝えました。大丈夫。母の気持ちも全部わかった。僕は母のことを誇りに思っていると。そしたら電話の向こう口で母の安心した音も聞こえましたね。そしてやっと最後に母がこう言いました。じゃあ大丈夫、応援してるよって。で、僕は別に言わせたわけじゃなくて、自然な話の中でそうなりましたね。で、その言葉に僕の胸がじわっと温かくなったんですね。で、次3番目の話に入って、YouTube というものについて考えさせられたなっていうふうに思いました。母との電話を終えた後に、僕いろいろ考えたんですね。とにかく今回の件は収まったので安心もしましたし、嬉しくもありました。でもそれ以上に心の中でポツンと残ったのは、だから世の中に見えているのはほんの一部でしかないなというものでした。YouTube って不思議な場所でして、たった10分の動画に自分の人生の何百時間、何千時間、何万時間の価値観、思考をギュッと詰め込んで届けるんですよね。だから全然全てを話し切れるわけじゃないんですよ。カットして削って言葉を選んでエピソードを凝縮して編集してで残った言葉だけでは視聴者に届くんですね。つまり僕が言いたかった見てきた全体像ではなくてそこの切り取られた要約だけが一人歩きする世界ですよね。どういう感覚かっていうと皆さん小中高時代どんな感じでしたかって聞かれたらああよかったですよとか長くても1分ぐらいじゃないですか会話していると。でも視聴者さんが見てきたその小中高っていうのは10年ぐらいの時間があって例えば小123とかでも違いますし中1と中3でも違いますしいろんなこと見てきましたがその中でそれを全部抽象化してよかったんですじゃないですか。だから切り取られた印象かな。そういったイメージで、僕の YouTube にもそうなってるかなというふうに思っています。YouTube もちろん、これが悪いわけじゃなくて、これが YouTube のルールであり、魅力でもありますよね。でも、だからこそ今ここで伝えたいこともありまして、僕が出している動画の中で話していること、それが僕の全てではないですね。僕の価値観の全てでもないですし、僕の考えていることの全てではないです。例えば、例の動画で母が、僕の自慢を、末期に話したっていう内容があって、日本の方に比べると、多い方だよねっていう話がありました。でも、多い方だよねって言っても、実際40分ぐらい話しましたが、僕の自慢とか出てきた瞬間って、1分かなぐらいのイメージなんですよね。で、残りの39分は普通の話も笑い話とか、僕の過去の話だったりとか、僕の失敗した話だったりとか、普通の話だったんですよね。でも動画に映ってるのはそのごく一部じゃないですか。だから誤解されることもあって、切り取られた強い言葉だけが残ってしまい、どうしても。で、やりすぎだとか、自分勝手だとか、そう受け止められてしまうことも仕方ないかなというふうに思っています。当然ですよね。だからこそこの場でお願いしたいものは、このチャンネルというか、ネット上の媒体みたいなものを、テレビのキャラクターぐらいの温度感で見てほしくてですね、こんな韓国人もいるんだなとか、博士課程の人でもこんなこと考えるんだな、ちょっと笑えたな、その感覚で気楽に
付き合ってもらえたら嬉しいと思っています。僕、YouTube で東大博士課程とか、うんぬんとか言っていますが、すいませんね。これちょっとマーケティング的に、東大うんぬんって言っています。現実で僕、東大博士課程の人なんですが、なんで水が透明なのかわかりますみたいなこと全然言ってなくて、普通の人でいます。その選ぶってるとか全然ないです。だから、ちょっとなんかエンタメなんだなというふうに受け取っていただいて、なんか絶対的に真理を語る人間とか、じゃなくて、ただの日常、なんか自分が勝手に思ったことを勝手に、自分の満足のために自分勝手に言ってるんだなっていうくらいのイメージで見てもらえると嬉しいです。で、その上で誰かの心が1ミリでも僕の言葉、思考を通じて肯定的な方向に動いたら、それが僕にとって一番幸せなことなのかなというふうに思います。で、最後に伝えたいことがあって、僕はこれまで家族のこととか、恋人のとことか、自分の人生と価値観のことを正直に話してきました。でも、なんかその裏で、誰かを傷つけたりとか、誤解を生んでしまったこともあったかもしれません。で、実際そういった方もいると思います。いつも言葉一つ一つを大事にしながらやってはいますが、能力不足によってうまく表現できていない時もあります。で、それは本当に申し訳ないなというふうに思っていますが、僕も改善のために日々努力しているので、ご理解してくださると嬉しいです。今回の動画で辞めさせられた、辞めることになったかもしれないんですが、僕はしばらく辞めたいと思うことはなくて、なぜならこれは僕一人の物語とかじゃないかなというふうに思ってるんですよね。パク君の東大留学なんですが、韓国から日本に来て生きて支えられて、時に悩みながら誰かに助けられながら歩いている。そんな僕の姿が、誰かに届いたらとか、僕の周りにいてくれた人々とか、出来事もお伝えできると嬉しいかなというふうに思っています。だからこそ、これからも正直にまっすぐに、時には失敗しながら歩いていきたいというふうに思っております。これからもどうかよろしくお願いします。以上、パクンでした。アンニョーン。